このビデオでは私の Video in Japan アミブログに投稿した2025年の予測を読み上げてます。投稿日時は2024年12月26日の午前9時1分でした。全体、毎年の予測を読んでいる方は全ては実現しないと理解していると思います。2024年12月上旬から受け取ったイメージに応じて2025年の予測は昨年よりも広く大きな変化を示しました同様に昨年かなり前にもって未来のイメージが見せられました。なお、2025年の予測には自然災害などの怖い予測が含まれていますので、明るい未来だけを知りたい方はここまでで読み終えるようにお勧めします。2025年ずっと3つの大きなテーマが繰り返し登場しました。1、極端な変化。2、現状の振り返り。3、地球、社会、文化の激変。地球現象の出来事に関しては、私の予測精度はかなり高いのですが、政治的な展開に関しては、それほど高くないことを指摘しておかなければなりません。昨年と同様、悪い予測が実現しないように祈ります。今年は例年より早く予測をアップしてます。なぜなら、年末及び新年の1日から3日に起きるものがある可能性を感じます。昨年と同様、瞑想で見たものを星印でマークしました。世界全体、2025年中、地球が太陽フレアエネルギーを何回も受けました。地球上にエネルギーが流れてました。さらに地球が振動して爆発しそうに見えました。地球の様々なところに海水噴火を含む火山噴火、ハリケーン、津波、地震などが今まで見えたことがない頻度で起きてました。地球の上に巨大な黒い雲が浮いてました。噴火からかな。各タイムラインを調べてみると、とてつもなく大きな自然災害がありました。何本かのタイムラインには様々な季節に明かりの消えた領域がありました。広域停電かな。様々な国や環境の人々は現在の政治や権力に反対してました。数多くの大都市や町にはデモが起きてました。一本のタイムラインには捕まえられた政治家は市民の中にパレードされて悪人の見本としてさらされていました。タイムラインに現れた人々の政治に対する意識の大きな変化が起きてたようです。数少ない人間を有利にしてほとんどを不幸にする法律、方針やルールに対して市民が疑問を持っていたらしい。グローバリズムからナショナリズムへの変化が起きたように感じました。いくつかのタイムラインでは AI 導入による失業や公の考えに影響を与えるデモを見て怒りも感じました。通信障害は一部はハッキングによるもの、一部は大気現象によるものとみられ、年間を通じて世界中で発生していたようです。米国、昨年の予測と異なって、今年は中国からではなくアメリカから始めます。次期大統領トランプの2024年の勝利がどうやらアメリカに関するタイムラインを増やしたからかもしれません。トランプ氏は選挙後にバイデン氏とその取り巻きが自身の政策を妨害するために仕掛けた土壇場の妨害工作を解明するのに苦労するでしょう。しかし彼はそれに飛び込み、人々はすぐに彼の進歩に気づき驚くことになるでしょう。地球上の他の国と同じようにアメリカでも記録的な自然災害が起きると予測されます。西海岸での大地震や普段地震がない地域での地震が現れました。大規模な冬の大雪が一部の州を麻痺させました。非常に暑い夏が農作物の生産地に干ばつを引き起こしました。また、大型ハリケーンや大噴火も現れました。その結果、
火山灰や煙が飛行機の運航に影響を与えました。すべてのタイムラインに不法移民者が逮捕され、国外退去させていました。少数派の多く団体はデモを開催したり、注目を引こうとしていましたが、報酬主義やキリスト教価値観が学校や国民の生活に目立ちました。他国へのばらまきがアメリカファーストに入れ替わっていたようです。一本のタイムラインには、公立小学校の教室の壁にアメリカの旗が飾っていました。他の教室の掲示板には中世の誓いが貼っていました。未来に向けてタイムラインが進む中で車の数が増え、人々がより長い距離を運転するようになる印象を受けました。おそらくガソリン価格が下がったことが理由でしょう。多くのタイムラインには武器生産が増えたように感じました。食料不足が春中に続きましたが、夏から徐々に解決しました。一般のアメリカ人は犯罪や不法移民問題が解決に向かって進むと気持ちが落ち着いてきたように感じられました。一方、ほとんどのタイムラインには2025年が進んでいくと AI の導入による職種が減って目立ちました。他方では AI が数多くの新薬を発見しました。ハリウッドが AI によって大きな影響を受けました。多くのタイムラインでは量子コンピューティングの急速な進展が AI の発展を加速させました。ほとんどのタイムラインでアメリカやイギリスが宇宙人との接触を公開した出来事が見られました。また、あるタイムラインでは宇宙人が一般の人々とも接触していました。ほとんどのタイムラインでビットコインの利用が推奨されてました。特にアメリカ政府がビットコインに強い関心を持っていたようです。すべてのタイムラインでアメリカの工場がフル稼働してました。中国経済の劣化が続きました。トランプ政権下のほとんどのタイムラインでは他国を攻撃するのをやめました。しかし数少ないタイムラインには中国軍が台湾を攻撃し太平洋戦争を引火しました。台湾の反撃に対して中国が台湾を囲むように封鎖しました。その時点でアメリカが加わりました。しかし1941年の太平洋戦争開始繰り返しのよう、米国の軍人数が少なく武器が不足していました。戦いが進むとともにアメリカが武器を増やし、中国が撃ち落とせないものを披露しました。これらの未来には中国は同時に尖閣諸島、沖縄とフィリピンも攻撃しました。2025年の初めから中国のインフラの故障が目立つようになりました。ダムの倒壊、橋の落下、道路の陥没、建物の倒壊など、これらの多くの問題は自然災害が原因でしたが、一部には粗雑な工事によるものもあるように感じました。仕事を持つ人と持たない人の格差がさらに広がり、不満を抱えた人々が密かにサボタージュを行っている様子も見られました。中国では全国的にデジタル通貨を拡大しようとする動きが見られました。この導入によって個人の必需品の売買が制限される可能性があるように感じました。中国建設インフラを受けたアフリカと南アメリカの国々が返済の代わりの資源奪いに反発し出しました。いくつかの新政権が中国を追い出すように動いているように思いました。アメリカではさらなる中国スパイが発見された結果、両国の摩擦が増えました。戦争を含めたタイムラインには中国軍が太平洋で圧迫されたため、国内の不満を制圧できませんでした。それにより内戦が発生しました。一方のタイムラインには、州に分散された中国を見ました。中国開発または発生の新しい病気が騒がれてました。一本のタイムラインでは、中国の月への失敗は宇宙人の暴露に加わりました。ロシア、
アメリカのウクライナへの追加支援の打ち切りとトランプとプーチンとの会合がほとんどのタイムラインでは戦争を終わらせました。それらの未来ではウクライナはより小さい国になってました。一本のタイムラインにゼレンスキーと彼のアシスタントが亡命国探しに苦労してました。ロシアもすべての未来には自然災害を受けました。噴火、大地震及び広い農業産地に影響を与えた干ばつを見ました。それにしても、ロシア経済は丈夫そうでした。調べたすべての未来に他国へのガス輸出が行ってました。数本のタイムラインでは、ロシアが貴金属に基づいたデジタル通貨を利用していたように見ました。換金できる利点により、なんとなく国際人気を感じました。2025年には、ロシアが一番強い軍国の位置を維持するでしょう。ロシアのミサイルや他の最新武器技術レベルに達している国を感じませんでした。探った日本のタイムラインには、ロシアとの宇宙人とのコンタクトも見えました。日本、自然災害が多い国として、日本はその中でも特に多くの災害に直面してきましたが、2025年は歴史に残る年になるでしょう。すべての未来で日本列島全域に大地震が発生し、九州での噴火が見られました。また2つのタイムラインでは本州で黒い煙と火山灰が特徴的な巨大噴火が発生する様子も見えました。近年の強力な台風を超えるような規模の台風も見えました。噴火が発生するタイムラインでは東北地震クラスの規模の津波も見られました。また数多くの未来の中で復旧されていない道路が目立っていました。政治界では自民党が落選する前と親中石破が退ける前に彼がアメリカ関係に被害を与える気配を感じました。アメリカ国内と同様、日本国民も与党政権の無駄遣いや無能さを感じ取っていたようでした。政権交代を考えた雰囲気でした。一本のタイムラインを除き、自民党は保守側の党に負けました。日本人は全体的に昭和時代に日本を栄えさせた一般常識に基づいた保守的なルールや日本人独自の文化に戻っている流れを見ました。しかし、皮肉にも数多くの日本人はアメリカ人が捨てたウォークイデオロギーにしらみついていたように感じました。日本の政治が保守主義に転換した未来には、日本経済の復活と減税を見ました。自民民主党が政権を取った一本のタイムラインでは、日本経済の急な減少と日本技術の中国への漏れを見ました。ほとんどの未来には日本のチップ産業界と宇宙開発界が前進してました。さらに保守主義の未来には日本は自己防衛のために他国を超える小型武器開発と生産を行ってました。ミサイルが撃ち落とすには小さすぎ、十分な破壊力を持つようなものでした。数本の未来には新政権はオーバーツーリズムを制限する法律を実施していたようでした。北海道では日本人や在住外国人以外の土地所有の法律ができたように考えました。中国人が買い占めた土地には売り土地の看板が目立っていました。AI の進行が進んでいたようです。事務職や他の AI 可能の仕事が少なくなっていたように見えました。冬頃には日本の自動車産業が電気自動車の需要減少に伴い以前のガソリンエンジン車に再び力を入れているようでした。一年を通して日本人は自然災害に立ち向かうために助け合い力を合わせてました。現在日本にお住まいの方には少なくとも 500ml のペットボトルの水、氷砂糖、現金、そして2日分の必要な薬をすぐ手に取れる場所に用意しておくことをお勧めします。
また、この記事のまとめとして繰り返しますが、災害発生から最初の24時間をどう乗り切るかが非常に重要です。アフリカ、干ばつと巨大な砂嵐。アフリカの国が返済を怠るとともに、中国のアフリカの資源の請求、2024年の行動の続き、数本のアフリカのタイムラインには、害虫の異常発生が農作物に想像できないほどの被害を与えました。ヨーロッパでは非常に寒い冬になってました。すべてのタイムラインで洪水が見られ、その中のいくつかではドイツ語の看板が目に入りました。また、2つの未来ではフランスでのデモが目立ってました。フランス経済が弱っているような印象を受けました。あるタイムラインでは、フランスのスーパーで品切れや品薄が気になる場面も見られました。オーストラリア、アメリカからヒントを得て、オーストラリアはオーストラリアファースト方針を導入。オーストラリアの中国のスパイネットワークの侵入がニュースに注目されていました。不思議でしたが、2025年に広い面積の洪水を見ました。それと、オーストラリア海岸近くに海水噴火も見ました。インド、洪水や干ばつが再び農作物に深刻な悪影響を与えました。インドの経済は自然災害の影響を受けながらも成長を続けてました。また、中国からインドへの生産拠点の移行が引き続き進んでました。中近東、イスラエルはハマスに勝ちました。その戦争に加わった国は第三次世界大戦を引火させられる環境を作りました。トランプ大統領ともしかしたらプーチン大統領は仲介を試みる未来もありました。南アメリカ、数多くの国の噴火や地震が目立ちました。世界中の他国と同じく南アメリカのほとんどの国々はそれぞれの国の経済に集中し始め、グローバリズムからナショナリズムに転換しました。北朝鮮とアメリカの関係はトランプスターで良くなりました。すべての未来には金正恩氏の健康問題が目立ちました。カナダはアメリカとの関係を再検討を始めました。ほとんどの未来には記録的な冬嵐がカナダを麻痺しました。夏の農作物が水不足と嵐によって大きな影響を受けてました。太平洋の島、大きな断層の動きが太平洋中の島々に被害を与えた津波を発生させました。さらに海水噴火を含む火山活動が増えました。スーパー台風も見えました。グリーンランド、トランプ政権ではグリーンランドがニュース注目を受けます。まとめ、2025年は自然災害による変化が大きなテーマとなる年になりそうです。これに加えて世界中で政治、法律、ルールに対する疑問を抱く人々が増え、政権交代や制度の見直し、さらには廃止といった動きが活発になる可能性があります。また、過去に効果的だったシステムへの回帰を求める動きが強まり、それに伴い保守主義やナショナリズムが世界的に再び注目されるかもしれません。さらに複数のタイムラインで宇宙人とのコンタクトに関する暴露が示唆されており、新政権、特にアメリカのトランプ政権がその情報を一般に公開する可能性も指摘されています。2025年には新しいテクノロジーが次々と登場することも期待されます。特に AI 技術の進展が目覚ましいものとなるでしょう。その活用方法について議論が深まるとともに課題も浮き彫りになるかもしれません。全体として大変な一年になる可能性は否定できません。しかし自分の直感を信じ、気になる場所や状況を避けることがリスク回避に役立つでしょう。
また、日本国内にお住まいの方には、500ml の水のペットボトル、氷砂糖、現金、2日分の必要な薬をすぐ手に届く場所に用意しておくことをお勧めします。2025年は私たちの想像を超えるような出来事が多く起こる年になりそうです。災難だけでなく、よく平等な政府の誕生や新しいテクノロジーの進展といった希望を感じられる要素も含まれています。最後に、この記事の冒頭で触れたように、悪い予測が現実にならないことを祈ります。